ばんは、ゆうかです。もう10月なのにまだ暑い。どうなってるんでしょうね。さて、今日作っていくキットはこちら。じゃーん。女神デバイスユニモフ黒マオです。この子に合わせて猫耳を用意したかったんですが、買いに行く時間がなかったので、ずいぶん昔にネズミの国で買ったヘアバンドをつけています。気分はちょっと早めのハロウィンということで許してください。箱からしてめっちゃ可愛いので、どんな感じかすごく楽しみです。それでは本編をご覧ください。見てください、この可愛い箱絵。箱は結構厚みがあるんですけれども、装備だったり衣装だったり結構パーツ数が多そうなので、組むのも結構ボリュームがあるんじゃないかなと思っています。それでは中身を見ていってみましょう。ランナーは44枚。それぞれのパーツが小さくて数も多いです。顔は3種類。どの顔も可愛い。印刷されてないのっぺらな顔もあります。シールが1枚。スタンドのランナーが1枚。カラー印刷の説明書が1枚。素体組み立ての説明書が1枚。ユニモフマオの組み立て説明書が1枚。黒マオのパーツ変更差し替えの説明書が1枚入っています。だいぶボリューミーです。まずは素体から組み立てていきます。パーツを並べるとこんな感じ。ご存知の方も多いかと思いますが、この黒マオちゃんは大人気だったユニモフマオに新規造形パーツを一部組み合わせたカラーバリエーションキットとなっています。女神デバイスシリーズは素体の種類が複数あるようですが、こちらのキットに採用されているのはアシーニカブロック 2S という素体だそうです。以前ライブ配信で組み立てたバスタードールタンクちゃんがちょうどこの M サイズだったんですよね。その時の経験があったおかげか、今回の黒マオちゃん非常にスムーズに組み立てることができました。特に感動したのはこの小さな手首パーツ。説明書にもある通り、ランナーに接続したまま組むことができるんです。細かいパーツってうっかり落として紛失しがちですが、これなら安心ですよね。ユーザーフレンドリーでとても組みやすい工夫だなと感じました。実はですね、先に発売されているユニモフ2ちゃんも素体の状態までは組んでいるんです。まだ完成しきれてないので動画にはできていないのですが、いつかご紹介できたらいいなと思っています。はい、素体ができました。女の子らしい滑らかな曲線が本当に美しいですよね。他の女神デバイスキットと比べると下半身が少しムチっとしてるように感じます。ここに幼さの演出があるのかもしれません。腕や足についているクリアピンクのパーツは取り外すことも可能です。お好みのスタイルで楽しめます。そしてこの下腹部の膨らみ、とってもいいですよね。女の子らしくてもう最高です。さて、気になる可動域はというと、もうめっちゃ動きます。そして動かしやすい。ガンプラと比べるのはお門違いかもしれませんが、人型なのもあって本当に思い通りのポーズをスムーズに作ることができます。稀にビプラを作ると可動域は本当に驚かされます。簡易スタンドを足につけて組み立ての続きを応援してもらいましょう。今日の夜食はスープです。このシリーズいろいろあるけど、なんだかんだキノコが一番好きです。いただきます。この撮影をした日、お昼はまだ暑さが残っていてクーラーを入れてたんですよね。ですが最近はぐっと冷え込んできて、お昼でも温かいスープが飲みたくなるくらいの気温になってきましたね。皆さんも風邪などひかれないように気をつけてくださいね。このクノールカップスープ、近所のスーパーでは2箱で426円で売られているんですよ。3個入りなので計算すると1食あたり71円という驚きのコストパフォーマンス。美味しくてお安くて体も温まるので、絶対ストックを切らさないようにしています。
エアコンで冷えた体も温まったので、後半戦も頑張ります。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。次は輸送モードを作っていきます。いやー、これもパーツが多いでしょうね。武器以外のパーツを並べるとこんな感じ。このパートでようやくお顔が見れます。デザインを担当されているブレイド先生が投稿されていたイラストにもありましたが、先に発売されている通常カラーのまおちゃんとは雰囲気がガラッと変わって、思わず分からせたくなる、そんな魅力的なお顔になっています。髪の色も通常まおちゃんがピンクだったのに対し、黒まおちゃんは金髪で全体のカラーリングと相まってより小悪魔っぽい印象を受けます。ちょっとじらして申し訳ないのですが、お顔をじっくりお見せするのは完成後のお楽しみということで、今は先を急ぎますね。布面積が少ないデザインなので、武装モードとはいえ他の女神デバイスシリーズと比べるとパーツ数は比較的少なめです。ですがリボンやポイントとなるパーツが非常に小さいので、なくさないように注意が必要です。私だけかもしれませんが、こういう小さなパーツを組む時って無意識に力が入りすぎるのか、爪のピンクの部分が少し剥がれちゃうんですよね。これが地味に痛い。武装モードの手は通常の手首から猫ハンドに変えることができます。肉球がしっかりと造形されていて、おまけに爪まであるのはもう制作者さんの並々ならぬこだわりを感じますよね。そしてこの腕の部分や靴のパーツには部分的にゴールドが採用されているんです。可愛らしいデザインでありながらメカとしての重さが感じられて、この配色センスとてもいいなと思いました。はい、プリモフ黒魔王の完成です。まずは武器のスタンプハンマーを持たせてみました。美少女とドンキという組み合わせ、やっぱり最高に可愛いですよね。さすがに武器を持つと自立は難しいので、付属のスタンドを使っています。このお顔と小悪魔的な衣装デザイン、本当にたまりません。少し大人っぽいかなと思ったので、首のシャフトを 1.5mm から 1mm の短いものに付け替えてみました。この子には短い首の方がバランスがよく似合う気がします。今度は猫ハンドから通常の手に付け替えてみました。雰囲気がガラッと変わりますね。ツインテールは接続部分を動かして躍動感を出すことができます。可動域はさすがのマシーニカ素体です。体の前で両手で武器を持つといった複雑なポーズも綺麗に決まります。焼き顔なんかしてたら叩くぞなんてちょっと意地悪な遊び方もできちゃいます。さらにこのハンマーは両端を腕に、中心部分をバックパックとして背中に装備できるんです。この状態で猫パンチなんてされたらもうメロメロですね。お顔を変えて猫耳をカチューシャに付け替えました。猫耳忘れちゃった。こんな風に当てれこしながら遊ぶのも楽しいです。泣き顔が可愛いとかそういう癖なんですか？変態ですね。はい、コスチュームモードはこんな感じです。イメージ変わりますよね。後ろ向いて。どこ見てるか丸分かりなんですけど。はい、後ろ姿はこんな感じです。生意気だから解体してやる。ごめんなさい。足の関節もとても柔らかいので、ご覧の通り座りポーズも余裕で決まります。衣装もポージングもバリエーションいろいろ楽しめて、とても楽しいキットでした。皆さんは今回ご紹介した中でどんなポーズとコスチュームが好きでしたか？ぜひコメント欄で感想をお聞かせください。ということで今回はプリモフの黒魔を作りました。想像していたよりもずっと可愛くって、こりゃ人気のシリーズになるわけだと思いました。それに作り始める前に想定していた時間よりも早めに作り終えることができました。このプリモフシリーズもう 2,3 体手元にあるので、また作って動画にできたらいいなと思っています。最後まで見てくれてありがとうございます。
たまにはビプラもいいよねって思ってくださる方はチャンネル登録とグッドボタンで応援いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。先月9月末に静岡の白糸の滝へ行った時の様子を少しだけご紹介させてください。X には写真だけ投稿しましたが、あまりに綺麗だったので動画でも見ていただきたいなと思いました。すごい壮大な滝で美しくてパワーをたくさんもらえた気がします。